はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。ザリガニってカニですか？それともエビですか？見たことあるけど意外とザリガニについて知らないこと多いですよね。今日は皆さんにザリガニの魅力ご紹介します。それでは早速やっていきましょう。こちらが今日用意したザリガニです。これだけの量いると迫力がありますね。小さい頃にザリガニを捕まえて遊んだ人もいますよね。これは日本でザリガニといって一番に頭に思い浮かぶザリガニです。アメリカザリガニという種類でテレビのリアクション芸でもおなじみですよね。昭和2年にアメリカから食用ガエルの餌として持ち込まれました。鎌倉市大船の下関の養和場に放養され、後にその池から逃げ出したザリガニが野生となり繁殖し、全国に広がったと言われています。その時持ち込まれたザリガニはなんと20匹だけだったそうです。そのザリガニが全国に広がったと思うとすごいですよね。ちなみにその時食用で飼われていたウシガエルも逃げ出して繁殖し、現在のように野生化したそうです。ザリガニってカニって名前に入っているからカニの仲間かと思っちゃいますが、実はカニの仲間ではありません。エビにはない大きなハサミがありますが、カニではないんですよね。ザリガニとは動物界節足動物門、半甲殻類、甲殻アーモン、軟甲毛、実脚目、ホーランアー目、ザリガニ科目のうちザリガニ上科とミナミザリガニ上科のことを言います。ザリガニ科目には他に海水に生息するアカザエビ上科と将軍エビ上科がいます。海水に生息するものの有名なところだとロブスターがいます。そう考えるとザリガニとロブスターはかなり近い種類ですね。大きなくくりだと実脚目なのでエビの仲間とも言えます。ということはエビはザリガニではないけどザリガニはエビですね。カニと仲間ではないと言いましたが、この大きなくくりで考えた場合仲間とも言えます。ザリガニって難しいですね。日本だと食用としてあまり定着していないザリガニですが、世界的に見るとザリガニは高級食材として扱われていて、実は人気の食材です。中国ではここ数年でザリガニ料理専門店がコンビニの数を超えたとも言われていました。ちょっと落ち着きを見せて、ここ最近では若者のザリガニ離れなんていうパワーワードのニュースもやっていましたね。あとはスウェーデンでもザリガニが人気の食材です。もしかしたらザリガニの初体験がIKEAなんて人もいますよね。今日はアメリカのルイジアナ名物のケイジャン風黒フィッシュボイルを作ります。まずは水で全体をよく洗います。次に材料をカットします。トウモロコシを適当な大きさにカットします。玉ねぎを4等分にカットします。ニンニクは半分にカットします。レモンはスライスします。ソーセージを適当な大きさにカットします。沸騰した寸胴にレモン、玉ねぎ、ニンニク、ザリガニを入れて煮込みます。次にスパイスを作ります。パプリカパウダー、オールドベイ、カイエンペッパー、マスタードパウダー、塩、砂糖、ブラックペッパー、コリアンダー、タイムを入れてよく混ぜ合わせます。オールドベイは魚料理用のスパイスでアメリカの家庭の定番スパイスです。これがあれば大体うまいです。鍋にトウモロコシ、ソーセージを加えて白だしと本だしを加えてさらに煮込みます。ローレルと塩を加えて先ほどのスパイスを加えてホットソースを加えます。今回はルイジアナ料理ってことでルイジアナ生まれのホットソースクリスタルを使います。タバスコに近いソースですね。最後にじゃがいもを加えて30分くらい煮込みます。その間にソースを作ります。鍋にバター、刻みニンニクを加えて煮込みます。香りが立ってきたら先ほど作ったスパイス、パプリカパウダー、オールドベイを加えて少し煮込みます。茹で上がったザリガニと野菜をお皿に盛り付けてソースをかけて完成です。これ絶対うまいやつ。本当に匂いをお届けできないのが残念です。画面越しでも近づいたら匂いがしそうないいビジュアルです。早速食べていきましょう。いただきます。今日はオーストラリアのカールトンクラウンラガーを飲んでみましょう。オーストラリア最大のブリュワリーカールトン&ユナイテッドブリュワーズが醸造するラガータイプのプレミアムビールです。一般的なオーストラリアのビールに比べると少し割高で、仕事終わりの一杯というよりは何かのパーティーなど特別なビールといった感じです。金色のラベルと王冠も高級感が漂います。
綺麗な黄金色で口に含むと芳醇な香りが広がります。苦味のバランスが良く日本人好みの味わいです。それではザリガニを食べてみましょう。ちなみに世界最大のザリガニはオーストラリアにいるタスマニアオオザリガニで、長さ90センチ、大きなものだと重さなんと4キロにもなるそうです。世界は広いですね。殻を剥くと身はエビそっくりです。見た目の大きさの割に身が少ないですね。頑丈な鎧を身にまとった割に中身はトレーニング不足です。味はエビに近い味わいです。このソースがジャンクすぎる。旨味という名の味覚の暴走機関車が縄文突破して脳内にフルスピードでガツンと突っ込んできます。意味わからないけどそれくらいうまいです。これはカニと同じで食べながら無言になるやつです。危なく放送事故になるところでした。昔セブ島で食べたバケットシュリンプを思い出します。そういえばケイジャン味とかあった気がします。この煮込まれた野菜も出汁を吸って美味しいです。特にじゃがいもが美味しいですね。このバターとスパイスの効いたソースとじゃがいもの組み合わせが一つの料理として完成しています。ザリガニ、じゃがいも、トウモロコシ、指、ザリガニ。指を舐めても美味しくて一度に何度も楽しめます。大満足です。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ザリガニいかがでしたか？ザリガニ美味しいけど本音を言うと殻を剥いたエビで食べたいです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。